ジョネさんの動画拝見しました。MC の加藤浩次さん、希望とおっしゃってましたが、二人とも言葉にご指導しました。個人的には日本が主導権を持って世界の市場が中心になる産業企業が生まれないと思うんですが、はっきり言ってどう思われます？僕も生まれないと思います。国のもう規制の問題で生まれないと思ってます。例えばじゃあ SNS というのは本来その国の会社がやった方がうまくいくんですよ。韓国の SNS とかでダウムとかって韓国の会社がやって韓国人向けに韓国語でやってるんですよ。文化と言語とコミュニケーションっていうのは割とその国の人たちがやった方がうまくいくよねってあるんですけど、日本の場合は日本の会社は潰す。ただ外国は文句が言えないからほっとくっていうのがあって、なので日本で一生懸命やっていたコミュニティというのはバンバン潰され、外国の会社が文句言われないから自由にやってユーザーを持っていくっていうのがあって、Twitter とか YouTube とかFacebook みたいな感じで外国に持ってかれるっていうのがあるので、なので日本って基本的には日本人が日本で成功すると足を引っ張る文化なんですよね。なので日本の文化の中でやっぱりそういうのは生まれないんじゃないかなと思うんですけど、ドローンってもう今や軍事技術の中でも結構な割合を占めていて、他の国ではね。ドローンで配送とかやった方がいいよねとかっていうので、軍事でも使われるし、配送でも使われるしっていうので、未来のインフラを担う可能性がある技術なんですけど、日本の場合はドローンって良くないよね。三社祭りとかで撮影してたやつがいるからもうドローン禁止しようぜみたいな。っていうので、もともとヘリのラジコンとかって日本が強かったんですよ。おもちゃの段階では強かったんですけど、でもドローンの時代になってしまったから、日本はそういう規制をしたせいで、結果としてもドローンの会社が日本でうまくやっていくっていうのが無理になっちゃったんですよね。なので日本は日本人に厳しいんですよ。例えばじゃあ LINE って国産って言ってるんですけど、LINE はもともと韓国のネイバーっていう会社が韓国ではうまくいかなかったけど、よし日本の国産っていう会社ということにして買収してやろうっていうので、結果として日本人のスタッフと韓国人のエンジニアを使ってうまくいったんですよ。うまいのが今 LINE ヤフーっていう形になってるんですけど、日本だけではないので、韓国と中国とかの組織をうまく使ってやってるので、日本国内のルールでいくと微妙にアウトなところが日本国内だけではないのでできちゃってるみたいなのもあったりするんですよね。たまにそれで行政指導食らってますけど。っていう感じで、やっぱり日本国内だけだと何らかしらの行政指導で動かなくなるっていうので、日本だけじゃないから結果として LINE ヤフーはうまくいってるっていう部分はあるんじゃないかなと思うんですけども。あと優秀な経営者来ないよね。日産っていうね、借金が2兆円ぐらいあった自動車会社があったんですけど、フランスのルノーっていう会社が投資して、でそこにカルロス・ゴーンさんっていう経営者が来て、でそこで借金2兆円返して、毎年利益を上げる会社にしたんですよ、日産っていう会社を。無能なやつは切るっていうので、無能な日本人取締役が、俺たち切られたくないから、ゴーンが悪さしたっていうことにしようぜっていうので、経済産業省に相談して、官邸が動いて、経産省と官邸で、カルロス・ゴーンさんを逮捕して、ものの見事に日産は赤字に転落して、今借金増えてるんですよね。結局、日産はもう自分たちで赤字が多いからやってられないよって言って、三菱自動車に、俺の会社買ってくんねって言って、で、確かね、三菱自動車の役員が、十何人で、年収に3000万なんだけど、赤字で潰れそうな日産はね、役員待遇の人が60人ぐらいいて、平均するとなんか5、6千万とか年収もらってるんですよね。潰れそうな会社の方が役員多くて、さらに給料が高いって。あ、ホンダだ、ホンダ。っていうので、ホンダが嫌だよ、お前みたいなとこと組みたくねえよっていうので、日産は、じゃあこの社長が悪いんだったら社長クビにするわ、みたいなのを言って、いや別に社長のせいじゃねえよ、日産が悪いんだよっていう。悪いのホンダですね。はい。っていう感じで、無能が一生懸命無能っぷりを発揮してるっていうので、せっかくスカイラインみたいないいものを持ってたんですけど、でもそこら辺を残念ながら無能な日産の社員が潰してしまい、そこの無能な日産の社員がコントロールできるようにしたっていうのは、やっぱり国が関与しちゃったなんですよね。カルロス・ゴーンさん一人が本当に悪いやつだよねっていうだけであれば、まだなんとかなったんですけど、国が動いてやっちゃったから、もうルノーとしても手出したくないんですよ。次にじゃあまたルノーで別の経営者を送り込んで、またじゃあ官邸とか経済産業省のことなんかありましたってなったら嫌だから、もうなんか日産の立て直しをしたくないよね。で、外国の会社もやっぱり日産の立て直しをして、うまくいったらまたなんか難癖つけて追い出されて、もしくは逮捕されてってなる可能性があるんですよ。で、ただ逮捕されるだけだったら他の国は大丈夫なんですよ。フランスですとかで逮捕されました。で、証拠はこれですとなると、釈放されて、裁判の時はちゃんと出廷しなきゃいけないけど、普通に生活はできるんですよ。でも日本の場合って、その容疑はおかしいっていうと、刑務所にずっと入れられるんですよ。カルロス・ゴーンさんの場合って、だいたい裁判終わるのに9年ぐらいかかるって言われてて、要するに9年間ずっと刑務所にいなきゃいけないんですよ。結構優秀な人なんですよ、カルロス・ゴーンさんって。
奥さんが30代前半とかで、もし子供が欲しいんだったら、やっぱりあと3、4年で子供作らないと奥さん子供作れなくなっちゃうんですよね。無罪でしたって言って、裁判終わって出た頃にはもう奥さんが40代後半で子供作れなくなっちゃうっていうのはありえないよねっていうのが他の国の感覚なんですけど、日本はこれやっちゃうんですよ。っていうのが分かってると、やっぱり他の国の優秀な人来ないですよ。っていう感じで、日本国内で会社を作ろうとすると、いろんな規制をされて、日本国内の経営者、例えば堀江さんみたいなので、他の会社がやってるようなことで難癖つけられて、刑務所に入れられたりとか、っていうので潰されて、で、外国人がやるとすると、経済産業省とか、官邸とか動いて難癖つけて、で、逮捕されて、刑務所にじゃあ9年間入ってろ、みたいな。有罪か無罪か分かんない間、ずっと刑務所にいろ、みたいなのになると。あと、ウィーニー事件みたいなので、ソフトウェア作っただけで刑務所に入れられて、で、それで無罪になるまで何年かもかかるみたいなのがあったりするので、なので、残念ながら日本国内で新しい産業を作るというのは僕はできないんじゃないかなと思います。ある程度優秀な若手が日本で産業を作ったとしても、途中から海外に行くっていうパターンになるんじゃないかなと思ってます。少子高齢化で衰退していく日本を救う方法は子育て支援でもベーシックインカムでもなく、単に世界で高いユニコーン企業一つでも多く生み出せばいいだけだと思うんですが、なんで日本の政治家は誰もそっち方面で議論しないでしょうか。スピーズ・ジョブズやイーロン・マスクのようなリーダーが自然発生的に日本に現れてくるのをただ待つことしかできないんでしょうか。産業を作った方が長期的にはうまくいくよねっていうのの、そのためにじゃあ何をすべきかっていうのを分かってる人は政治家にはなりません。政治家になりたい人とか政治家になりたい人っていうのは基本的には配分をしたい人なんですよね。国家予算っていうのがあって、その予算をどう配分するかっていうのをやりたがる人が官僚とか政治家になるんですけど、ゼロからなかったものを自分で作りたいっていうタイプの人って政治家にはならないんですよ。ユニコーン企業だったりとか新しい企業だったりを作れる人、どんな人なのっていうと、政治家になりたいっていうタイプじゃなくて、自分自身でバンバン物を決めてガンガン進めていくっていうのを、他人に関与されたりとか許諾をもらわないとできないとかじゃなくて、自分自身でやりたいことをやりたいようにやるっていうタイプの人が多いんですよね。そうじゃないタイプでたまに起業してうまくいく人もごくたまにいるんですけど、基本的には事業家で会社を大きくした人っていうのは自分大好きワンマンでやりたいことをやりたいようにやるタイプなんですよ。基本的にはそういう人たちが起業するので、政治家の中から起業家ってこういう風にやったら動きやすいよねみたいなことが生まれることはまずないと思います。で、日本でも IT バブル的なのが2000年代とかあったんですけど、じゃあなぜホリエモンみたいな人とか2チャンネルを作ったひろゆきっていう人だったりとか、グリーンの田中さんみたいな人が出てきたのかっていうと、政府が何もしなかったからなんですよね。結局その IT っていうのがなんだかわかんないから、政府は別に何の規制もしないし支援もしませんでした。それで IT 面白いっていうので実力でのし上がった人たちっていうのが結果として大きい規模になったんですよ。IT っていうのはそれなりに儲かるらしいぞみたいなのがあって、IT 企業に対して割と政府とかがなんかいろんな規制とか法律とかを作り始めるんですよね。もともと日本ってインフォシークっていう検索エンジンとかグーっていう検索エンジンがあったんですけど、それが伸びればよかったんですけど、残念ながら著作権法に引っかかるような形になってしまって、日本では検索エンジンの普及がなかなか難しいよねっていう状態になって、著作権法を変えるわけでもなくそのままっていうので、もう日本の検索エンジン使わない方がいいよねっていうので、アメリカの Google の検索エンジンを使ってみたりとかっていう感じで、日本の検索エンジン産業っていうのがなくなったんですよ。仮想通貨周りも実は日本先進国だったんですよね。仮想通貨周りとかも結局法律を作ることになって、仮想通貨で儲けた場合でも雑所得だからそこはちゃんと税金払ってねみたいな形にしちゃったせいで、仮想通貨に投資をしてもあんま得しないよねっていう状況になっちゃったんですよね。で、コインチェックの問題とかがあって、仮想通貨っていうのもいろいろ持ってかれるからまずいよね、危ない通貨だよねみたいな感じになって、仮想通貨市場っていうのもそんなに伸びなくなりましたとっていう感じだったりするので、日本政府が下手なことをするっていうパターンが多いと思うので、起業家を育てるためには政府がこういうことをしましたみたいなことやると大体失敗するんですよね。わかりやすい例で言うと、経済産業省がクールジャパンファンドっていうのをやったんですけど、クールジャパンファンドでお金を入れた会社って大体失敗してて、クールジャパンファンドでお金入れた会社でちゃんと成功してる例ってほとんどないんじゃないかな。日本の漫画とかの版権をハリウッドの映画化をさせるために作った会社みたいなので、確か10億円ぐらいお金突っ込んだのがあるんですけど、で、結局何にもしてなくて、確か解散になったんですけど、で、その時に残ったのが1000万円とか、それぐらいだけ金額が残ったみたいな。あと全部お金配って終わっちゃったみたいなのとか、政府にお金突っ込むとろくなことにならないんですよね。政府というか経済産業省が無能っていう。問題は経済産業省の人たちが自分たちが無能だと思ってないんですよね。ご視聴ありがとうございます。
今回の動画はこちらからの切り抜きになります。